どうも皆さんお久しぶりです。じゃがいもジャパニーズのじゃがいもです。最近ちょっと忙しくて動画の投稿ができてませんでした。また今週からね、動画をどんどん投稿していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。日本ではね、先週お盆休みといって多くの人が夏休みを取っていたと思うんですけど、皆さんの国にも多くの日本人の観光客が訪れていたかもしれません。それはお盆だからですね。僕は来月に夏休みを取ってどこか海外に行こうかなって考えています。他の国に行くと自分の国のいいところや悪いところに気づいたりすることってありますよね。そこで今日はですね、僕が日本についてあんまり好きじゃないなって思う点についてお話をしていきたいと思います。最初にこのポッドキャストに出てくる重要な言葉をいくつかピックアップしてみました。まずはその言葉をチェックしてみましょう。現金、決済、飲食店、手数料、独学、入試、自然災害、注意報、絶滅、地獄、素人、忍耐力、非効率的、礼儀。これらの言葉が文章の中でどう使われているのか意識しながら聞いてみてください。それでは行きましょう。で、今日はですね、僕が日本についてあんまり好きじゃないなって思ってる点を4つ紹介していきたいんですけど、1つ目はですね、日本では未だに現金が必要な点ですね。ここ5年ぐらいで日本でもキャッシュレス決済が使えるお店は随分増えてきたんですけど、それでも個人でやっている商店や飲食店では未だに現金しか使えないお店も結構多いんですよね。スーパーとかコンビニなんかはだいたいキャッシュレス決済に対応しているんですけど、それでも多くの人がですね、未だに現金で支払いをしています。2023年のデータでは、日本のキャッシュレス決済の利用率は約 39% です。韓国や中国ではキャッシュレス決済の利用率が 90% を超えているので、それと比べるとかなり低いですよね。スーパーのレジで並んでいる時とかに、僕の前の人が現金を数えながらトレイに乗せているのを見たりすると、なんでカードで支払わないのってちょっとイライラしたりすることもあります。キャッシュレス決済が日本で普及していない理由はいくつかあると思うんですけど、その理由の一つがですね、店舗が支払うキャッシュレス決済の手数料っていうのが他の国と比べると日本はすごい高いらしいんですね。あとは高齢の方なんかは現金で支払った方が気持ちがいいっていう人も結構多いので、キャッシュレス決済がなかなか広がらないのかなって思います。僕はですね、現金で支払いをすることはほとんどないんですけど、でもたまにキャッシュレス決済に対応してないお店に行くこともあるので、財布には現金をいくらか
入れていますね。日本で現金なしで生活ができるようになるには、もう少し時間がかかるかなって思います。では2つ目ですね。2つ目は日本の英語教育です。多くの皆さんがご存知だと思うんですけど、ほとんどの日本人は英語を喋ることができません。ほとんどの人が中学校や高校で最低6年間は英語の教育を受けているんですけども、それでもほとんど喋れるようにならないんですよね。今では小学校の3年生から英語は必修科目になっています。それでも日本人の英語力はなかなか上がらないんですよね。僕も中学校、高校、大学で合わせて8年間ですかね、英語の授業を受けたんですけど、全く英語を喋れるようになりませんでした。僕は社会人になって独学で英語を勉強して、ようやく少し話せるようになりましたね。日本の中学生や高校生は高校入試や大学入試のために学校や塾で一生懸命英語を勉強するんですね。でもみんなテストのために勉強するのは主に文法やリーディングなんですね。日本の英語のテストでは会話や発音、文章を書いたりする能力っていうのはあんまり重視されてないんですね。日本の学校では文章を読んだりして英語をインプットするばかりで、やっぱり文章を書いたり会話をしたりとかして英語をアウトプットする機会を増やさないとなかなか英語を覚えられないと思うんですよね。で、今の子供たちっていうのは小学校から高校まで合わせて9年間も英語を勉強する時間があるんですよね。それでも全く喋れるようにならないっていうのは、やっぱり教育のシステムに問題があるんだと思います。なので、もっと会話に重点を置いたような英語教育に変わってほしいなっていうふうに思います。日本の嫌いなところ3つ目はですね、自然災害が多いことです。これはもう日本に住む以上しょうがないことなんですけど、日本では毎年あらゆる自然災害が発生します。つい先日も九州で大きな地震があって、幸い亡くなった方はいらっしゃらなかったんですけど、その地震が発生した直後に政府がもっと大きな地震が来るかもしれないっていう注意報を出したんですね。で、その1週間の間に僕が住んでいるところでも2回ですね、小さな地震があったんですけど、その地震が来た時は、もしかしてその巨大地震が来たのかと思って、すごいびっくりしました。で、日本には火山もたくさんあるんですね。世界中の火山の約10%が日本にあると言われています。特に九州の熊本県にある阿蘇山という山には世界で2番目に大きなカルデラがあるんですね。この山は約7300年前に大噴火を起こしたと言われていて、当時九州には文明を持った人たちが暮らしていたらしいんですけども、その噴火によって
当時九州に住んでいた人たちは全滅してしまったそうなんですね。で、もしこの規模の噴火が今の日本で起きたら、日本の大部分に人が住めなくなるんじゃないかっていうふうに言われています。で、あともう一つ日本で発生する自然災害といえば台風ですね。台風とは太平洋上で発生するハリケーンのようなもので、毎年いくつもの台風が日本に接近します。台風が来ると大雨が降って洪水が起きたり、強風で建物が倒されたりするんですね。先週僕が住んでいる関東にも大きな台風が近づいてきたんですね。結構雨は降ったんですけど、幸い大きな被害は出ませんでした。ただ、さっき言った巨大地震の注意報がまだ解除されていない中、台風が近づいてきて、で、巨大地震と台風、両方に備えなくてはならないっていう、ある意味では地獄のような1週間でしたね。でも日本に住んでる以上、自然災害っていうのは避けられないので、何か起きてしまったら、それは運命として受け入れるしかないかなっていうふうに思います。では最後にですね、4つ目の日本の嫌いなところを紹介したいと思います。それは学校の部活です。皆さんは部活って聞いたことがありますか？部活とは部活動の略で、学校の授業が終わった後に行われるクラブ活動のことなんですね。日本のほとんどの中学校や高校にはスポーツや音楽、芸術のクラブがあるんですね。野球部とかサッカー部、バスケットボール部や吹奏楽部、あとは美術部なんかもあります。スポーツの部活のことをまとめて運動部、あとは吹奏楽とか美術部みたいな部活をまとめて文化部って言うんですけど、基本的には運動部に入っている人の方が多いと思います。で、高校では多くのところで部活は自由参加なんですけど、多くの中学校では強制的に部活に参加させられます。僕の行っていた中学校でも部活は強制参加でしたね。で、僕はやりたくなかったんですけど、卓球部に所属していました。で、日本の部活、特に運動部の練習ってすごい厳しいんですよ。軍隊みたいな感じで。毎日授業が終わってから3時間とか、部活によってはもっと長い時間練習するんですね。で、朝授業が始まる前にも朝練と呼ばれる練習があって、で、土曜日、日曜日、週末にも練習があるんですね。つまり、1週間のうち7日間全部スポーツの練習をしなくちゃいけなかったりするんですね。別にプロのスポーツ選手になるわけでもないのに、それだけたくさん練習しなくちゃいけなかったりするんです。スポーツが好きな人はいいと思うんですけど、僕は別に卓球が好きじゃなかったんですけど、それでも1週間毎日練習をしなくちゃいけなかったので、本当に嫌でしたね。なんかもっと自分の好きなこととか趣味とかに中学校の時に時間を費やしたかったなっていうふうに今でも思っています。で、各部活のコーチのことを顧問って言うんですね。で、その部活の顧問の人っていうのはプロのコーチ
じゃないんですよ。学校の先生なんですね。僕がいた卓球部の顧問の人も科学の先生でした。卓球は全然上手くなかったですね。で、日本の多くの中学生はそういう素人のコーチに教えられながらスポーツの練習を強制的に一日何時間も毎日毎日させられているんですね。これってすごく非効率的ですよね。でも部活の目的はいくつかあると言われていて、集団行動を学んだりとか、厳しい練習を通して忍耐力を身につけたりとか、あとは人間関係を通して礼儀を学んだりとか、いろんな目的があるらしいんですね。そんなことのためにわざわざ子供たちに強制的にスポーツの練習をさせる意味ってあるのかなって思いますね。僕はそれよりも子供たち一人一人が自分の趣味を追求したり得意なことを伸ばしたりとか、あとは英会話の練習をしたりして時間を過ごした方が国がもっと豊かになるんじゃないかなって思います。でも日本人が非効率的な労働環境の中で長い時間文句を言わずに働くことができるのは、みんな学生時代に部活の練習で辛い思いをしてるからなんじゃないかって思ったりもします。そういう意味では日本の社会って巨大な部活のような気がするんですよね。ということでですね、今回のポッドキャストをこの辺で終わりにしたいと思います。今回はちょっとネガティブな話になっちゃいましたけど、次はもっと明るい話題を提供できればなっていうふうに思っています。このポッドキャストが面白かったり参考になったという方は、チャンネル登録、グッドボタンのクリック、あとコメントをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃがいもでした。さよなら。